前回とは逆の方法で描いたウェットインウェットです。はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。今回も超基礎編のお勉強の時間になりましたよ。楽しみ待っててくれたかな？はい。この超基礎編、とっても大事な勉強ですからね。これからも一緒にやっていきましょうね。今回のテーマは、ウェットインウェットというテクニックをやってみたいと思います。ウェットインウェット？前回見たなって思ってる人いるかな？あの時のウェットインウェットは、蔵っぽい絵の具をね、ポチッと落として、それが自然に滲んで広がっていくという、そういうテクニックだったんですね。でも今回はね、全然違うんですよ。その黒くポチッとなって広がっていった部分がね、今回は白く見えるというウェットインウェットです。ねえ、楽しみでしょこれ。さあ、それではね、早速やってみたいと思います。まず、画面の方をね、注目してください。はい。やってみますよ。ここですね。白いウェットインウェット。どうするか。まず、透明水彩は基本的には白は使わないんだよね。白は何だったっけな？そうですね。これが白ですね。そして、これが白でしたね。そうなんですよ。これが透明水彩の特徴なんだよね。他の画材はすべて白にするときは白いものを塗るんですね。でも透明水彩は白は紙と水が白です。ではまず今日は白いウェットウェットですから、今から白を白の上に塗ってみます。ですね。いきますよ。いつもの筆を使いますね。はい。ではやってみます。これが白ですよ。白をたっぷり筆につけていきましょう。そしてもう、このまま直に持ってきていいですから、ここにね、持ってきますよ。さっ。まず、白のフラット塗りしますからね。だから絵の具置くんですよね。白い絵の具置いてます。そう、どうですか？見えてます？白の上に白乗っけてから白くて見えないから。実は白乗っけてるんですよ。ね。だから、やっぱりフラット塗りができないと、こういうウェットインウェットうまくできないんですね。さあ、絵の具を置いてから、溜まった絵の具を溜めないように動かす。でもそう言っても、皆さんたちから見えてなければ、柴崎は何やってるんだろうなって思うかもしれないけど、実は今ここに、ね、白のお水が、白い紙の上に今フラット塗り柴崎してるんですよ。見えない？見えてる人いる？少し光って見えてるかな？それで、でもここね、白ってかお水が溜まってると紙がベコベコになるんだったよね。だからここで少し捨てて、軽くこすりましょう。軽くこすって、紙がベコベコにならないようにしてからです。まずここまでは肝心なんだから。してから、色作ります。またいつものブルーでいいかな。お水をここに持ってきて、今度は白ってやだね。絵の具を溶く水ですね。水を持ってきて、またプルシャンブルーにしようかな。こっち絵の具を溶きます。こうやってね。絵の具を濃いめにたっぷりでしたね。濃いめにたっぷりですよ。もうこれも約束だよね。だから太い筆が必要なんだよね。たっぷりと濃いめの絵の具溶いたら、さあ、いよいよ始まりますよ。もう今日あっという間で終わりですから。たっぷりついたら、塗りますよ。まずこう塗ってみせようかな。こう塗ってみせる。この方がわかりやすいかな。ちょっと周りから塗ってみせよう。こうだよ。
そして、こうやって、例えばですよ。例えばです。こうやって、こうやる。あとは溜めないようにする。さあ、どうかな。ね。滲んで見える？こういうとこ。素敵でしょ？これがね、白いウェットなんですよ。ね。うん。青いウェットじゃないかっていうふうに見る人もいるけども、でもここは白いウェットでしょ？こうやってね、ウェットは、ね、前回は暗いウェットでしたね。今度は明るい、つまり今回白いんですけど、白いウェットを作ることができるんだということをお話なんですね。すごく簡単です。でもこれはコツがありましたね。まず、白い紙の上に白いお水をフラット塗りできるってことでしたね。そして、暗めの絵の具を濃くたっぷり溶いて、周りから攻めるように塗って、白い形を作っていく。そうすると、白いウェットになるんだということです。で、じゃあこれをどうするか。ね。もちろんこのまま放置したらね、もうどんどん周りからね、ブルーが伸びてくる可能性もあるので、これでドライヤーで乾かしたりしてもいいんですよ。でもだんだん慣れてくるとね、どの程度に最初に白いお水を塗って、どの程度に濃さの絵の具を上に乗っけるとね、どのくらい白がね、うまく残るかってだんだん分かってくる。まあ何でもそうね。テクニックってのは経験だからね。だから、柴崎の今日これを見て、面白いなと思ったら、ね、何遍も試してみるといい。違うのやってみる？ね、これじゃあんまりちょっとあっという間に終わってしまって、寂しいから色変えてみようか。まず筆を洗うんだね。筆。コン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 、こう洗うんでした。ね。それで、お水を持ってくる。何の絵の具しようかな。何のしたいな。じゃあ、黄色かなんかを薄く溶きます。薄く。ね、濃度薄くです。で、これをたっぷりですよ。たっぷり用意しておきます。今度は黄色だけわかるね。こうですね。で、溜まったのを溜めないように広げる。これはフラット塗りだったよね。これがフラット塗りです。さあ、広がったぞ。溜まったらここで捨てて優しく吸い取ってあげてコントロール。ほら、綺麗になったでしょ？ここに、これよりも濃度の濃い。まあ何でもいいんだけどね。じゃあ、またわかりやすくオレンジかなんかしようかな。ここに混ぜちゃおうか。ね、オレンジかなんかしよう。濃度、今度濃くですよ。濃くです。濃くたっぷりと溶いて、周りから、ね、これと同じだから、周りから塗って、そして中を残していくと、ほら、明るいウェットです。ね。こうやって、ね、明るいウェットを作っていくんですね。もちろん、いつもそうですけど、じゃあこれをどう使うかってのは、あなたのイメージ、アイデア次第ですよ。さあ、わかったかな？今日は白いウェットを作りました。でも同時にこのね、延長線上にある明るいウェットを作る。というね、前回とは逆の方法で描いたウェットです。はい。ね、楽しみましたか？これはね、とてもなんか役立ちそうだなと思う方は、評価と、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。今回も最後までね、見てくれて本当にありがとう。またね、この次、超基礎編やりますので、見てください。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。